前回は、ミニ四駆レーサーのバイブル、超速ガイド、が、推奨する AT スラダンを、作りました。さすが公式ブックに載るだけあって、作成過程も簡単でした。これでうまく機能してくれれば、良いのですが、どうなることやら。この VZ シャーシに搭載できる AT スラダンギミックには、どうやらボディ提灯が、必須になりそうです。一つ物事が進めば、また一つクリアする問題や、課題が見えてくるものです。一つずつ実行すること、それはとても大事なことなのです。面倒くさい工程もあるでしょう。せっかく頑張っても失敗することだってあるでしょう。ただ一つだけ確かなことは、それは自分でやらなければならないということです。自分の工作技術とマシンのレベルを上げるため、今日も今日とて超速ガイドに載っているジャパンカップコースの特集を読みつけりながらマシンを作ることにします。自分の作ったマシンがライバルに競り勝ち栄光のゴールフラッグが振られるその瞬間に思いを馳せながら、それでは今回の動画をお楽しみください。これはトラスビス、これはサラビス。 Good. サラビス、トラスビス。 Good. こんにちは、通りすがりの助手 F1 です。何やってるんですか主任さん。もう、ボケ対策ですか？失礼な。あ、どうもこんにちは。見たいものを作る企画主任の僕です。前回動画で単語ミスしたからいろんな単語を確認してたんだよ。ああ、トラスビスをトラビスとか覚え違いをしてたやつですね。トウモコロシ、的なやつですね。大人としてはどうかと思いますよ。容赦ないな。僕はそういうの多いんだよね。ずっと覚え違いしてるやつ。友達少ないから？ほっとけよ。とにかく以後気をつけます。なお、ミスしないとは言ってない模様。で、前回は公式ガイドのおすすめ AT スラダンを作ったんですよね。そうだね。ほんと中途半端でしたね。まあそう言うなよ。今回は、それをなんとかするんでしょ？もちろんだとも。1、無理やり乗せただけのボディ。ある意味可動域は約束された。2、ローラーすらついてない。せめて見栄えは考慮してほしい。3、明らかに追加が必要な部分。今回の話の本筋。プランは？この2つのプランで行こうと思う。ふんふん。まず A 案はプラボディを改造してのボディ提灯。次に B 案は公式レースではおなじみのポリカボネートボディ提灯。まあどうせ両方作るんだからさ、今回は A 案から行くってことで。さらっと言いよる。で、具体的に波動しますか？待ってました。いいか、聞いて驚け。また、大げさな。ロードスピリットのボディ提灯を公式が動画にしてるからさ。公式が？今回は〇〇パクリ。予期せぬ事態により調整しました。で、どうするんですか？なになに？ほうほう、公式がミニ四駆キャッチャーを使ったロードスピリットのボディ提灯の動画を公開しているんですか？へえ、いいですね。それを参考にすると、良いですね。つまり公式のボディ提灯ってわけですね。公式のスラダンに公式の提灯。実に良い企画だと思いますよ。公式のボディ提灯については概要欄にリンクを貼っておきます。まずこれをご覧ください。さあ、いつものようにパーツの紹介からして、いきましょう。よし来た。ロードスピリット。いつもの使い回し。ミニ四駆キャッチャー。メーカー想定外の使われ方パーツの代表。テンプレート。公式動画でダウンロードできる下紙。MA シャーシサイドマスダンパーセット。ちょっとお高め。スペーサー。ビス。サイズは後で調整予定。これを組み立ててボディ提灯を作っていきましょう。じゃあコツコツと作っていきますか。今回は提灯のパーツにミニ四駆キャッチャーを使うのがポイントだね。ダウンロードして印刷したテンプレートを使うよ。こんな感じかな。公式配布のテンプレートって響きがいいよね。今回はネットプリントで印刷してます。用紙サイズは A4 です。テンプレートをカットしてからキャッチャーをカット。
両面テープで貼り付けてずれないようにカットして、ビス用の穴を開けていく。MA シャーシーサイドマスタンパーセットはボディの固定に使うんだ。これは公式の指定品だね。ボディを整えて一回組み立てる。サイズもビス穴も良さそうだね。もともとこれは VZ シャーシに直乗せするタイプだから、一通り作ってからこのスラダンに合わせるよ。そうですね。どうかな。また強引に乗せる。これから修正しますよ。ボディをカットするのは抵抗感があるんだよね。相変わらずケチですね。リューターで前のところをカット。ボディを削ってビスとスペーサーの長さを調整して、はい、修正完了で、ここで一工夫をする。ほらどうよ、良さげじゃね。それじゃあこれを一回ばらしてパーツのサイズの情報共有しとくな。おや、丁寧ですね。せっかく作ったものだから情報共有しときたいじゃない。じゃあばらしていこう。はい、ノギス。ビスは 15.8mm が4本、スペーサーは 6.7mm が4本。これで公式 AT スラダンと公式ボディ提灯のコンボが実現できるわけだね。で、これが実際に使用したキャッチャー部分。左が元のテンプレート、右が改良したテンプレートだ。歪みを修正してPhotoshop で PDF にして概要欄からダウンロードできるようにしておきます。印刷するときは A4 サイズの普通紙を使ってください。せっかくだからこのプラボディもいじって塗装していこう。ここから今回は筋彫りがやってみたかったんだよ。やっぱり本当の狙いがあったのか。えへへへ、どうしても試してみたいことがあっていろいろ工作実験が必要なんだよ。2 1 GO。我が礎となれロードスピリット。今日も飛ばしてるな。マスキングテープのラインを手書き針でなぞる。何回も何回もなぞって跡をつける。軽い力で繰り返して跡をつける。コツ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 とやるよ。マスキングを外して引き下げとタガネで線を拡張する。作業中の怪我には注意してください。力を入れすぎると必ずずれるから軽い力でやる。刃が鋭いから怪我しますしね。そうね、それも注意しないとね。サンドペーパーで下処理をかける。情報量が増えるとかなり映えますね。これ好きだな。いい感じだね。失敗したところを埋めて多いですね。ほっとけ。それでまた下処理。はい、サーフェーサーをかけてラッカーで下地塗装。マスキングテープを剥がす。マスキングを外す瞬間がすごい好きなんだ。わかる。デカールも追加して、それで墨入れ。赤色なのに墨入れとは。目論見通りだ。毛細血管現象気持ちいい。これは癖になりそうだわ。びっくりした。調子に乗るから。はいはい、分かってます。修正しますよ。よし、できた。どうよ、かなりいい出来じゃね。修正とか上手くなったな。とりあえずフロントローラーとリアのパーツもくっつけておこう。じゃあ小島コースでテスト走行してみようか。ヤフー、早速行きましょう。
ということでやってきました、いつもの小島コース。いつもお世話になってます。ああ、手の込んだマシンが走るとテンション上がるね。ギミックの確認しとこうか。お、いなしてる。いいね。オートトラックはよしと。次はちゃんと開いてる。ギミックが機能してますね。いいんじゃないですかこれ。まあ速度域が低いからね。素直に喜べば。よし、テスト走行完了。他のマシンも走らせてから帰ろうか。大賛成です。両方ともうまくいってよかったですね。そうだね、なかなかいい感じだったね。自分だけのマシンがコースを走り切る時の感動って格別だな。また無駄な労力をかけまくりましたけどね。そこはロマンって言ってよ。かっこよく走らせたいんだよ。それじゃあ次回はプラン B ですか？そうだね、ポリカボネーとか初めての素材かな。え、そうなんですか？まあこの動画始める前はほぼ素人だからね。不安しかない。ということで今回はここまで。次回はポリカをやりますよ。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回ご期待ください。ミニ四駆作って走らせようぜ。超図解 VZ。今回のおまけコーナー、始まるよ。ってことで、3D プリンターの導入ガイド6回目です。今回は自分で 3D モデルを作った場合の話をしていくよ。データの変換までの話は前回の動画のおまけコーナーを参照してください。それで、G コードでしたっけ？ 3D プリンターが印刷できるデータって。そうそう、スライサーソフトで G コードを作るんだよね。その前の状態のデータは STL って言うんだよ。それはどうやって作るんですか？無料 3D ソフトウェアの Blender, を使うんだよ。ほーん、聞いたことあります。この Blender, は 3D データの作成、アニメ作成物理演算とかもできるっぽい。普通にすごい。Blender, は日本語化されているからマジおすすめです。こうやってデータを作って保存する時に STL として保存すれば 3D データの出来上がりってわけだ。そこは割愛するんですね。 3D ソフトは習熟まですごい時間がかかるからね。なるほど。そこは作りたいものによるわけですね。そうそう。ってことで今回はこれまで。それではまた次回。次は何やるんですか？見てー。だと思った。終わっとけ。見たいものを作る企画。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録をお願いします。それじゃあ、また次回。